はようございます。今日は週末なので朝のんびりしてめちゃくちゃ寝起きなんですけど、この今着てるパーカーの紹介したいと思います。これアーニーパロっていうブランドのパーカーで、今度の2月の13からオンラインで発売するみたいなんですけど、私がパリの展示会の手伝いしてる友達のブランドです。でこの私が着てるやつはブラウンで、このブラウンの他に、ネイビーとグレーがあって3色あります。私はグレーとかネイビーのパーカー結構持ってるのもあって、今回初めてブラウンに挑戦したんですけど、なんかめちゃくちゃ新鮮で大人っぽい感じで気に入ってます。もうちょっと若い時はブラウンの服って一切着なかったし、選んだこととかってなかったんだけど、なんか年齢とともに好みが変化して、今はこのブラウンも気に入って着てます。これ裏肝で生地自体も重厚なので、本当冬のパーカーっていう感じでめちゃくちゃ気に入ってます。パリはね、雨降っても結構傘ささないことが多いので、こうやってフードがついてるとフードをかぶってこの上からコート着て雨予防にもなるので便利です。で、私はこれの上にこういうカジュアルになりすぎないようにロングコートとかを着てこうやって合わせています。なんか今パーカー欲しいけどどうしようかなとか迷ってる人がいたらぜひチェックしてみてください。個人的にはブラウンおすすめです。あとインスタでも告知したんですけど、私のラッパーの友達のクリエイティブドラッグストアっていう人たちがパリに来て、ミュージックビデオの撮影をしたんですね。でちょうど数日前に公開されました。で彼らは、前回は LA に行ったり海外でのミュージックビデオの撮影に力を入れていって、で今回はパリに来るっていうことだったので、いろいろパリの魅力が伝わりそうなところを散歩しながら撮影しました。ただ1月の頭だったんで、ちょうどめちゃくちゃ寒い時で、もうみんな結構途中寒さに凍えながら撮影してたんですけど、でも冬のパリって空気が澄んでいて綺麗なので、今までのクリエイティブとはまたちょっと違ったパリらしい風景の中で撮影できたんじゃないかなと思います。私も少しだけ出演させてもらってるのでぜひ見てみてください。今日はもう2月になったんだけど、意外と今10度、昼間は10度とか12度ぐらいあって結構暖かい2月です。なんか不思議な天気で、この間1月の頭ぐらいまでは極寒だったんだけど、なんかちょっとずつまた暖かくなってきて晴れの日も多くて、今は結構外にみんな出たりする回数も増えてます。日本はすごく寒いみたいですよね。最近の私はといえば、相変わらずヨガには週に2回、多い時は週3回通ってます。一応ヨガを継続して8年ぐらいやってるから、それを運動と呼んでるんだけど、果たして運動になっているのかはちょっと謎です。謎ではないんだけど、もうちょっと運動しないといけないなとは思ってます。ただパリってすごく狭くて、多分前もどっかの動画で話したことあると思うんですけど、結構歩いて街中回れるんですよね。なので私は基本的に歩きかチャリか、電車にたまに乗るって感じなんですけど、歩いてるとね、意外と1日平気で10キロとか歩いてることもあって、日本にいる時よりも歩いてる時間が長いです。で、私超早歩きだから、もしかしたらそれもいい運動になってるのかなと思いたいです。夏はね、近くの市民プールみたいなところで
2週に1回行って泳いだりっていうのをやってたんですけど、冬はちょっとさすがに寒くて行けないので、なんかみんなどういう運動をしているのか気になります。ちなみにジムとかそういうのはやっぱり今まで行ったことあるけど全然続かないので、私は唯一続いた運動はヨガだけかな。昔ダンスをやっていたっていうのはあるけど、今のところはヨガだけですね。私は甘いものが大好きなので、特にフランスの甘いものってめちゃくちゃ美味しいから、毎日のように必ず甘いものはもう食べる習慣があるので、良くないって分かっててもそれはもうやめれないから、食べたいという欲に従って食べてるんですけど、1月はとにかくその食事もだし甘いものもちょっと食べ過ぎちゃったんで、2月は少し節制しながら生活しないとなって思ってます。今フランスはソルドって言って、国中でセールをやっています。1週目から4週目までで毎週 20%、30%、40%、50% とか割引率はお店によって違うと思うんですけど、どんどん週ごとに安くなっていくっていうのがこっちの一般的なセールです。なのでデパートとかお店とか行くと結構今の時期は人がごった返してます。私もなんかセールで欲しいのあったら買いたいなって思うんだけど、人混みに行くのを考えたりとか、あとセールって安いからって言ってよくわかんないもの買っちゃったりするので、ちょっと今回は我慢しようかなと思いつつ、最終もう最後の 5,60% オフのタイミングでなんかいいの見つかったら買おうかなとか思ってます。やっぱなんか古着でいいの見つけるとテンション上がりますよね。もちろん古着じゃない服も私は全然着るんだけど、やっぱり古着をお手頃な値段で見つけた時はめっちゃテンション上がります。前に YouTube で質問コーナーをやって結構時間が経ったので、また第3弾みたいな感じで質問コーナーやろうかなとか思ってるんですけど、興味あるかな。ちょっとまだやるかは別として、もし質問とか聞いてみたいこととかがあったらコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。それでいろいろ来たら質問コーナーまたやろうかな。今日はこの後うちに友達が来て鍋パーティーをするので、アジア食品のお店に行って、食材を買ってきました。日本だと私冬は鍋ばっかり食べるんだけど、鍋食べたいからといって近所のスーパーでその欲しい野菜が揃うわけじゃないので、鍋食べたいと思ったら事前に決めて準備して買いに行かなきゃいけないので一苦労です。ただ私の家は割とアジア街が近くにあるっていうのもあって、日頃から、週に1回ぐらいはアジアンショップで買い物しています。友達が今日はねお肉とかそういうのを買ってきてくれるので、私は野菜とか麺とかそういうのを揃えました。意外とこんな感じで白菜とかこれで3ユーロぐらいなんだけど売ってるし、もやしとかもね、前ももやしの話したけどこんなデカパックで売ってたり、私キノコ好きなんだけど日本みたいにキノコの種類たくさんないので、今日は白いしめじとこのえのきを買いました。あとは普通のこのネギと、あと私お鍋にはお餅とか入れるの好きなんでトッポギとかお餅も入れます。あとはこういう中華の春雨と、あとこれめっちゃ私のお気に入りのこのおばちゃんかおじちゃんかよくわかんないんだけど顔が書いてあるラー油です。辛すぎないラー油、なんか日本でいう食べるラー油みたいな感覚で、これ入れると一気に美味しくなるので重宝してます。餃子焼いて食べる時とかにもこれをつけて食べたり、普通にスープの中に入れたりしてこれ食べてます。あと気になってた
お豆腐屋さん、中国系のお豆腐屋さんがあって、そこでこの生麺と締め用ですね、締め用の生麺と豆腐を買いました。今日4人で鍋するんだけど、こんなに量いらないよってぐらいちょっとでかい豆腐しかなかったんですけど、これ生の豆腐を買いました。ニラとか唐辛子も買ってきました。ニラが高いんだよね。この1パックっていうのかな、この1袋で 4.9 ユーロもするから結構いい値段します。全体の価格としてはこれで全部で20ユーロぐらいだったから、まあ日本の倍 2.5 倍ぐらいはするのかな。で、私は鍋のベースも自分で作るんですけど、だいたい味噌味です。味噌にそれこそこのさっきのラー油を入れて、あと生姜、にんにくをすったのを入れたりして、鍋の素を作っていきます。